イスラエルの話をツイッターでも書いたんですけど、ガザ地区のハマスの最高幹部の一人の人が、イランのテヘランに住んでたんですけど、で、そこの人が爆弾で暗殺されました。で、イスラエルが俺たちがやったぜって言っちゃったんですよね。あれ言わなければ、まだお茶を濁すという方法はあったと思うんですよ。イランとしてはもうこれ絶対イスラエルがやってるよねと分かってるんですけど、でもイスラエルがこれやったよねって言わなければ、犯人分からないからまあどうしようかねぐらいな可能性があったんですけど、イスラエルが俺たちやったっすって言ってしまうと、それはイランに対してめちゃめちゃ失礼なことをしたという表明をしたわけじゃないですか。イランに住んでる人を勝手にイランに暗殺部隊を送り込んで殺しました。俺たちがやりましたって言ったら、それはやり返さなきゃいけないよねというふうに、やっぱりどの国も感じると思うんですよ。例えばじゃあ北朝鮮が日本の偉い人誰かをぶち殺しました。それは事故かもしれないし、暗殺されたかもしれないけど、誰がやったか分かんないよねであれば、日本としても、ここは無理して北朝鮮を攻めるわけにもいかないから、穏便にしようってなるかもしれないですけど、北朝鮮が、俺たちが殺したっすっていうのも、例えば石破さんが殺されたとして、北朝鮮が、石破さんを殺したの俺たちっすって言ったら、それはやっぱり、やり返すか、戦争行為をしなきゃいけないよね。っていう世論はやっぱり強くなっちゃうじゃないですか。っていうので、やっぱりイランとしてもやり返さなきゃいけないよねっていうのがあって、で、72時間以内にやり返しますっていうのをもうイラン言っちゃったんですよね。前にイスラエルと揉めた時は、イランはどこを攻撃します。いつ攻撃しますっていうのを明確に言ったんですよ。メンツとしてやり返さなければいけないからやり返すけど、攻撃する場所はここですよ。軍事基地のここですよっていうのをちゃんと明確に言って、いつ攻撃しますよって言って、なのでもう皆さん避難してくださいっていうのを暗に言ってるんですよ、イランの人は。軍事基地と空港を攻撃するので、じゃあ夜中の12時に攻撃しますって言ってると、じゃあ12時の時にそこから逃げてれば、住民だったら家帰ってれば安全だよねっていうのがあって、でもミサイル撃ちます。はい、ドーン空港壊れました。これはイランとしてもちゃんとやり返すをやりました。でも本当にイスラエルと揉めたいわけではないので、死なないようにちゃんと避難できる時間も与えるっていう形で、お互いにやり返してイーブンだよねっていうところで落ち着くっていうのがあったんですけど、今回のイランってどこ攻撃するとかも言ってないんですよ。72時間以内と言ってるんですけど、それがいつなのかわかんないですけど、っていうところで結構本気でやり返すんじゃないかなっていうところが割と言われてはいたんですよ。その中でアメリカペンタゴン国防総省の近所のピザ屋のピザの注文数が異常に増えたっていうのがあって、基本的にはアメリカ人って勤務時間しか働かないし残業もしないんですけど、国防総省が深夜で大忙しという風になると、まず食い物を注文するんですよ。アメリカ人は食べ物がなくなるとすぐに切れるので、そうすると近所のピザ屋にとりあえず大量のピザが注文されるんですよ。っていうので国防総省にピザがいっぱい行きますっていうところで、なんか国防総省やってるんじゃね。で、もう一つ、国防総省とワシントン DC の近所のゲイバーの客が減るっていう。根拠のない予測も入るので聞き流していただきたいんですけど、軍隊にっていうのは基本的には男性が所属してるんですけど、軍隊に所属している男性というのは、自分がゲイであると認識する確率が一般の人よりは高いです。なぜなら男性同士でずっと生活を軍隊の中ではするので、誘われて、のんけだと思ったけど、結果として乗ってみたら、悪くないね、ゲイみたいなのが結構多かったりするので、軍隊の中って、同性愛者割合が高くなるんですよ。で、結果として、国防総省には割とゲイバーが一般の地域よりは多い。で、さらに国防総省の人たちがゲイバーに行くというのがあるんですけど、ピザが売れた時間に、ペンタゴンの近くのゲイバーの客の人数も減ってるんですよ。もちろん国防総省以外の客が来なかったかもしれないですけど、基本的には国防総省の客が来てるはずなんですけど、そこの客が来てなくてピザも増えてるというので、ワシントン DC も同じような状況になって、なのでこれはアメリカが結構バタバタと招集をかけて動いているという状況なのではないかというふうに言われていて、ユナイテッドエアライン、デルタエアライン、ルフトハンザ、あともう一個なんだっけ、ツイッターで書いてあるんですけど、国際便がイスラエルに向けて飛ばなくなったんですよね。イスラエルで何か起きた時にまずいので、なので、イスラエルに行く飛行機というのがまず飛ばなくなって、イスラエルの空港はめちゃめちゃ混んでるらしいんですよ。やべえと思ったイスラエル人がもう外出たいっていうので、空港めっちゃ混雑しているっていうのがあって、なので、緩い感じではないんじゃないかなっていう。ピザとゲイバーでわかるっていうね。
指数を考えていないと思うんですけど、公開されている情報で、政府が発表しないものの動向がわかるっていうのが、あるんですけど、例えば中国が発展してる、発展してないとかいろいろ言われてたんですけど、20年前とか、景気後退局面なのか発展してるのかっていうのって、電気の使用量で分かったりするんですよね。景気がいいですとかって政府発表の数字って中国はいくらでも変えられるんですけど、発電所の発電量って変えなきゃいけないと思ってない。発表している数字をいじらなきゃいけないというふうにあんまり思ってないんですよ。なので、経済発展してくる国って必ず電気使用量増えるんですよ。工場でいろいろ機械を動かしたりするし、夜中でも歓楽街とかでも電気使うようになるし、電気の使用量が増えてるところは景気がいいっていうのがあって、マイニングとかもありますけど、電気使用量が増えるかどうかっていうのは発電所の発電量を見ればわかるんですよ。で、発電所はこれを中国の景気と連動していると思ってないから、バカ正直に書くんですよね。今月の電気発電量これぐらいでしたとか、今日これぐらいでしたっていうので、それを見ると中国はちゃんと景気が発展してるのか、景気が落ちてる局面なのかわかるっていうので、公開情報なんだけど、実は結構この情報を組み合わせると武器になるよっていう、情報の人たちの中でオープンの情報だけで結構いろんなことがわかるよねっていうのがあって、スパイが潜入して機密資料を盗んで、その国の動向を調べるみたいなイメージが結構強いと思うんですけど、割とガチで情報をやっている国の人たちっていうのは、基本的には公開情報を使って、ある程度のことが想定できたり、調べることができたりっていうのがあったりするので、公開情報の中です。昔だったらピザ屋の売り上げとかっていうのがわからないんですけど、最近だとレストランの使われる量とか、注文の量とかって Google マップで見れるんですよ。Google マップで混雑している時間帯とかっていうのが、Google マップをみんな使っている状態で、そのレストランに行くってなると、このレストランに何人ぐらいの Google マップを使っているユーザーがいるよねというのは Google は情報として持ってるので、だいたいじゃあ金曜日の7時だと20人ぐらいいるよね。でもなんか今週は20人ぐらいいるはずなのに10人ぐらいしか来てないよねってなると、通常よりも空いてるねみたいなのが Google マップが自動で出してくれるんですよ。混雑具合が分かった方が便利だよねっていうのでユーザー向けにやってるんですけど、でも結果としてそれでこの店の客がこの時間は少ないなというのが情報として、どの店でも Google マップに登録してると分かってしまうっていう。っていうので、公開情報でそこら辺が手に入ってしまうっていう時代になってるので、そういうところで戦争が起こるかどうかっていうのも予想できてしまう。もし将来第3次世界大戦が起こるとしたら、一般庶民はどんな準備をしたらいいでしょうか？資金とかどこに投資しておけばいいでしょうか？基本的には銀行は封鎖されると思います。一般的な生活レベルであれば、1000万円以下とかであれば、普通に下ろせると思うんですけど、1億とかそれなりの額になると多分下ろせないってことになると思うので、なので、資金が大量にある方は、世界中のいろんな銀行に1000万円ずつ預けるとかになるんじゃないかなと思います。10カ国に1000万円ずつ預けとけば、日本が封鎖されても別にアメリカのが使えるわとか、オーストラリアのが使えるわみたいな感じで、他の国のに頼るっていう形なんじゃないかなと思うんですけど、それが怖いのであれば、換金価値が高い時計だったり、金だったりとかっていうのの貴金属を買うっていうパターンもあると思いますけど、ただ一般庶民の話じゃなくて、これ金持ちの話なので、一般庶民の場合であれば、東京に住まない、戦争が起きた時に爆撃されそうな場所はどこですかっていうのって、第二次世界大戦の時に爆弾が落ちたところはまずいです。第二次世界大戦の時に爆弾が落とされたような場所はどこですか？広島とか長崎とかって軍の港があるところなんですよ。なので軍港があって船作ってますっていうところは町ごと焼き払われましたよねと。で、東京は日本の中心なので大空襲されましたよねってなるので、群馬県とかってほっとかれるんですよ。群馬県って人が多い地域とかもないので、爆弾大量の落としても一軒家が壊れただけで死んだ人3人でしたみたいになるので、田舎に住んだ方がいいです。日本が第二次大戦の時に爆弾なんか落とされたことない疎開地として言われていた場所というのは、戦略的にそこ取ってもしょうがないよねっていう場所なので、都会で働くとか工場で働くっていうのは爆弾落とされる可能性があるので、田舎で農業みたいなのが、一般庶民だったら働かなきゃいけないから大変みたいなのかもしれないですけど、金持ちだったら、とりあえず田舎で畑でも耕すぐらいがいいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。